木を削るって、ある種なんか取りつかれるような分野ではあると思うんですよ。削り心地とか気持ちいいんですよね。それが仕事になって今こういう風なものができてるっていうのがもう実際すごい幸せではあるんですよ。
もともと建築とインテリアの学校に行ってて、デザインはしてたんですけど、実際に自分で作りたいな、自分で手を動かして作りたいなっていうところで、建築設計事務所を少しだけ働いたんですけど、ちょっと家具を作りたいということで家具の会社に転職した感じですね。建築やってる時から自分で何かしらしたいなっていうのはあって、ちょっと思ってたのと建築の世界がまた自分には合わなかったので、家具を目指した時から、絶対30歳ぐらいで独立したいなっていうのはもうずっと思ってましたね。今年、10年経ったんですけど、当時はこういう器ではなくて、本当にダイニングテーブルとかダイニングチェアとかを作るオーダー家具屋さんっていう感じで独立したんですけど、家具の端材とかでこういう小物を作り出した時にすごい楽しくて、コロナ前ぐらいから少しずつこういう小物を作り出したっていう感じですかね。やっぱり自分の中で、もったいないなと思って使い始めたら、それが作業も楽しくて、もうそれをずっとしていたいなっていうので、そのタイミングでちょっとコロナ禍になったっていうのもあって、ちょっとやっぱり大きな家具より器の方にシフトしていこうっていうような感じでしたね。なかなか独立したてなんて本当仕事もなかったんで、本当に他で仕事しながら収入を得てたんですけど、やっぱりどっかのタイミングでやっぱ自分がしたいことで生活していきたいっていうのがあったので、しんどかったけどどっかのタイミングでやっぱり作家として動かなければそれになれないので、もうできるだけ早いタイミングでもう作家一本で頑張ろうっていうことは考えてましたね。基本的にチャレンジ、もうやらずに後悔するんやったらもうやって後悔したい。でもチャレンジしてる時が実際一番楽しかったりもするんで、もう本当常にチャレンジしてる感じですね。もう本当に向上心はずっとあって、ただやっぱり思っていてもそういう仕事ってなかなか来ないので、とにかくもう作ってもう本当にずっと手を動かしていろんな木をいろんな形で作ったっていう期間がすごい長くて、でその中で自分がこれ表現したいなっていうのが今やっているこのキリンのシリーズっていう感じですね。今はもう移転してしまったんですけど、もう10年前亀岡で独立して、その亀岡が本当に12月から12月末にかけて本当毎朝霧が出るっていう、そういう街で、街のアーティスト自体がその霧をイメージした芸術祭だったり霧の作品を作っていく中で、自分もそのインテリアのデザインからやってた時から何かをイメージしてものを作るっていうことがよくやっていたことだったので、一回この景色で器で表現してみたらどうなるのかなっていうので始めたのがきっかけですね。
木工されてる方は皆さんそうかもしれないんですけど、木を削るってある種なんか取りつかれるような分野ではあると思うんですよ。削り心地とか気持ちいいんですよ。もう多分木工の皆さんが集まったらそんな話すると思うんですけど、僕も多分完全にそうで、最初何を作りたいかの前に木を削りたいから始まったんで、それが仕事になって今こういうふうなものができてるっていうのがもう実際すごい幸せではあるんです。もうなんか作りたいじゃないですか。木を削りたい素晴らしいカンナだったり道具が日本にはあるんで、その道具で日本の木を削りたいっていうのが一番最初の取っかかりでしたね。独立した時にまだ20代で何も右も左も分からない時に材木屋さんに行ったんですよ、大阪の。でその材木屋さんに「お兄ちゃん、もうお前は何もせんでええねん」「木は何もせんでも価値あるんやからお前は何もせんでええ」って言われたんですよ。それがいやちょっと何もせんでええってなんやねんと。やっぱ自分っていうその考え、自分っていう人間が作り手が木と合わさってできる何かが自分はしたいなと思ってたので、木に寄り添うとか、木を生かすっていう気持ちもすごく大切なんですけど、なんかそこに若い頃は結構対抗してたというか、木という価値に対して自分が何ができるかっていうのをずっと探してたような感じですね。と同時に嫉妬もしてましたけど、何もせずともいい素材、木ってもうある時点で価値があるから、材木の時点でなんかそれに自分が何をすればいいのかなっていうのを常に考えてはいましたけど、20年後30年後もいや作りたいねんとか、まだ新しいもの作りたいねんっていう作家さんになってるんじゃないかなって思いますけど、やっぱそういう人たちを見た時に自分はかっこいいなって思ってしまうんで、いやまだ行くんやみたいな、なんか年齢重ねてもチャレンジしてはいたいですね。